こんにちは、ミッキーです。今回は2026年最新レポート自由が丘カフェ5選です。落ち着いた住宅街と個性ある商店が並ぶ自由が丘。散策の街として親しまれてきたこのエリアは、この数年で店舗の入れ替わりも進み、街の表情が少しずつ変化しています。昔からの定番店がある一方で、新しい切り口の専門店や話題性を意識した店舗も増えてきました。今回はそんな自由が丘らしい穏やかさを感じながら楽しめる店舗を中心にまとめています。おしゃれさ抜群な美容室併設空間、行列のできる人気ベーカリーなど様々ご紹介しますので、街歩きの合間に今の自由が丘を感じてみてください。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。まずはじめにご紹介しますのは、自由が丘からミニマルマートカフェ。自由が丘駅から徒歩わずか1分、サブウェイの脇にある階段を上った2階、そこに広がるのがミニマルマートカフェです。2021年11月にグランドオープンしたスクランブルサロンという新しい形の複合店舗であり、美容室、セレクトショップ、カフェ、さらにはワインバーや書籍コーナーなどがシームレスにつながる、まさに自分の価値を自分で作るを体験するような場になっています。インテリアは白とグレーを基調とした韓国風のミニマルデザイン。無機質でありながらも木のぬくもりとドライフラワーが柔らかさを添え、壁のない開放的な空間が広がっています。窓から差し込む自然光に包まれつつ、個性的なインテリアに腰を下ろしつつ、あなただけの落ち着いた時間を過ごすことができます。カフェもサロンも壁がないので、その開放感がさらに広がっています。サロン利用の際には部屋施術中にドリンクやスイーツを楽しむこともできますので、まさに自由な過ごし方を実現している設計です。コーヒーとしましては、デンマークのプロログコーヒーさんや石川県のタウンズフォークさんなどのスペシャリティコーヒー豆を浅入りで提供。豆本来の香りや味の奥行きを楽しむことができます。メニューとしては様々なメニューがあるんですけども、店舗オリジナルのピスタチオチーズケーキやクリーミーなティラミス、プロログコーヒーを使ったコーヒーゼリーや贅沢なアフォガードなど豊富で特徴的なラインナップが揃っています。そんな数々のカフェメニューも気になりつつ、この日はお食事系のメニューをいただいています。まずは手前からクロックムッシュ。中央にありますのは生ハムクリームチーズサンド。ドリンクとしましては奥からエルモカというメニュー、そして左手はエスプレッソトニックです。ドリンクは先ほど申し上げたようなスペシャリティコーヒーの豆を使ったこだわりの一杯。フードメニューに関しましては7月からの新メニューになっていまして、これも注目です。さて、まず生ハムクリームチーズサンドについて、塩気と旨味がある生ハムにまろやかなクリームチーズ、甘酸っぱく爽やかなピクルスがアクセントになった一品。シンプルな味わいの中にも噛むほどに小麦の香ばしさが広がって、朝食やワインのともにもぴったりの満足感があるサンドになっています。そして手前側はクロックムッシュ。もっちりとした豚根食パンに塩気と旨味のある京都ハム、とろりと広がるシュレッドチーズ、自家製のベシャメルソースを重ねてじんわりと優しい旨味が染み当たります。まろやかかつ温かな味わいをぜひご堪能いただければと思います。続いてご紹介しますのは、アイムドーナツ×ダコー自由が丘店です。自由が丘駅から徒歩1分の場所に同時オープンしたアイムドーナツとダコー。ドーナツブランドアイムドーナツとベーカリーブランドダコーが同じ建物内で展開する店舗。フロアごとに役割が分かれているのが特徴的です。1階はアイムドーナツのテイクアウト専用フロア。ここではアイムドーナツのドーナツとダコーのベーカリー商品が並びます。アイムドーナツは2022年に東京中目黒で1号店をオープンし、以降都内を中心に店舗を展開しています。最大の特徴は一般的なドーナツとは異なる独自の生地感。パンの製法をベースにした生地は
しっとりとしていて軽い口当たりが特徴的。ドーナツでありながらパンの要素も感じさせるような独特な存在感があります。ブランドに付けられましたハテナも印象的で、既存の枠に収まりきらないその個性を想起させます。話題性の高さから行列ができる店舗も多い一方、ブランドとしては特別な日に食べるドーナツではなく、日常の延長で選択肢に入る存在を目指している点も特徴的です。こちら自由が丘店は9時からオープンしてるんですけども、午前中の時間帯は比較的空いています。一方でお昼を過ぎたあたりから行列ができ始めて、入店まで30分以上かかることもありますので、なるべく午前中に訪問することをお勧めしています。また午前中であっても土日は結構混みますので、特に平日がおすすめです。実は最近横浜の店舗も行っていまして、そちらも別途ご紹介できればと思うんですけども、自由が丘店は比較的横浜に比べると空いてたなという印象です。他にも渋谷や原宿もあるんですけども、そちらもいつも混んでいますので、意外に穴場的に使えるかもしれません。さてこちらは2階の様子。2階はベーカリーブランドダコーのイートインスペースとして展開されています。約50席ほどの席数がありまして、購入した商品を店内でイートイン可能。テーブル配置は比較的ゆったりとしていまして、複数人での利用だけではなく、一人で軽く食事をする場面にも活用できます。そんなイートインスペースを展開しているダコーは、福岡六本松や表参道で知られますアマムダコタンのセカンドブランド。アマムダコタンがボリューム感のあるパンを特徴としているのに対して、ダコーでは都市型パン屋というコンセプトを掲げ、1人分にちょうどいい小ぶりなサイズのパンを展開しています。さてこちら今回いただきましたあゆみドーナツのドーナツとダコーのパン。ドリンクにはエスプレッソの苦味と炭酸の組み合わせで甘い商品と合わせるとさっぱりと味わえるようなエスプレッソソーダをいただいています。左奥からメイプルプロシュート、左手前はトリプル抹茶、右奥はダコーバーガー、右手前はクランチチョコカスタードクリームです。ダコーバーガーは商品名の通りダコーのベーカリー商品、食べやすいサイズながら手の暇をかけて丁寧に作られていることを感じるような一品です。様々なメニュー展開もありますし、テイクアウトの際にはおしゃれな箱に入れてくれますので、そちらも楽しみながらイートインでもテイクアウトでも楽しんでみてほしいような、そんなお店になっています。続いてご紹介しますのは、2025年11月にオープンしたばかりのテイクアウト専門のベーグル店、ハルズベーグルです。池尻大橋の人気店、ハルカフェの2号店として誕生しています。店内で毎朝一つ一つ丁寧に焼き上げられるベーグルは全て自家製。北海道産の最高級小麦を3種ブレンドし、生地作りから焼き上げまで徹底してこだわったここでしか味わえない特別なベーグルが並びます。素材、製法、見た目の全てにこだわったラインナップは約30種類以上。この日は夕方に訪れましたので、結構商品も減ってしまっていたんですけども、開店直後に訪れますとラインナップも豊富なので、特に午前中の訪問をお勧めしています。甘い系から食事系まで豊富に揃い、まさに偏愛ベーグルの世界を楽しめるような一軒です。ディスプレイの方法もとてもおしゃれになっていますので、その世界観と一緒に楽しんでみてほしいです。またベーグルの香ばしさと小麦の甘みをより引き立てるために、豆の選定から焙煎までオリジナルで手掛けましたコーヒーも提供。お気に入りのベーグルと一緒に香り高い一杯をテイクアウトして自由が丘の街歩きを楽しむのもおすすめです。店内にはヴィンテージ家具とインダストリアル照明が織りなす空間を演出。ベーグルだけではなくて雰囲気も楽しめるような仕様になっています。ドリンクメニューに関しましてはホットドリンクはなくて、基本的にはアイスドリンクになりますので、もしホットいただきたい場合に関しましては別途テイクアウトして購入するのもいいかもしれません。さてこちらいただきましたカフェラテのアイス、サイズ的にもたっぷりな容量になっていましたので満足感も高いかなと思います。このサイズでしっかりとしたエスプレッソドリンクをいただけますので、コスパも良かったかなと思います。さてこんな感じで梱包もおしゃれなボックスに格納。ベーグルを6つ購入いただきますとこの箱に入れてくれますので、例えば購入していただいてご自宅用に持ち帰っていただいたり、お友達の家や親戚の家に持ち運んでいただくのもいいかもしれません。さてここからは少しずつ今回いただいたメニューをご紹介していこうと思います。左手前に映していますのはメロンパン、左上はエブリシング、中央の上はフランクフルト、中央の下はチョコレートナッツ、右上もエブリシング、右下はブルーベリーになっています。エブリシングと言いますのはセサミ、オニオン、ハーブスパイスなどの複数のトッピングが一度に楽しめるようなリッチなフレーバー。
香ばしさと塩気のバランスが絶妙で、ベーグルとしては朝食兼軽食としても活躍するような一品です。また、ベーグルに関しましては、冷凍保存なども可能になっていますので、少しずつご自宅でいただくのもいいかもしれません。甘いのが好きな方は、左手前のオレオクッキーがおすすめ。オレオクッキーのクランチがトップにたくさんトッピングされていまして、ミルキーなクリームチョコとの相性は抜群。見た目も可愛く手土産にもおすすめな一品です。また、コーンチーズペッパーといいます甘みのあるコーン、まろやかなチーズ、スパイシーなブラックペッパーが一体となったお惣菜ベーグルも見た目としても味わいとしても美味しかったです。そして印象的だったのがフランクフルトというソーセージを丸ごと挟んだボリュームのあるベーグル。パリッと焼かれたソーセージとベーグル生地の対比が楽しく、お食事系としてもしっかりとした満足感が得られます。お惣菜系なので長い期間の保存は難しいんですけども、購入してすぐにいただく場合にはとてもお勧めできるような一品になっていました。ぜひ多種多様なベーグルをお楽しみください。続いてご紹介しますのはベルアメール自由が丘店。自由が丘駅から徒歩3分ほどの落ち着いた通り沿いにお店を構えますベルアメール自由が丘店。チョコレート専門店として展開するベルアメールですけれども、実はこちら自由が丘店のみカフェスペースが併設されていまして、ショコラを使ったデザートやドリンクを店内で楽しむことができます。シンプルながら明るく温かみを感じるような店内。ショーケースには色とりどりのショコラやケーキが並びまして、買い物とカフェのどちらも楽しむことができます。お土産にも特にお勧めできるようなパッケージは見た目もとても美しいです。また小分けにされているような包装も多かったので、少しずつ配る場合にもお勧めできるかなと思います。特にバレンタインの季節に関しましては、こちら購入いただいて小分けの包装で配るというのもいいかもしれません。ベルアメールは日本に合うショコラをコンセプトに掲げますチョコレートブランド。四季によって温度、湿度が変化しやすい日本でも、いつでも美味しいショコラを楽しめるように、甘さや香り、食後の余韻まで意識して丁寧に作り上げています。こちら自由が丘店のカフェメニューでもそのこだわりが反映されています。個人的なおすすめはパレショコラギフト。丸い板チョコレートに香ばしいナッツや旨味の凝縮されたドライフルーツをトッピングした見た目も美しいようなショコラ。30種類それぞれの食感や風味を楽しめる一品になっていますので、その種類や柄も選びながら贈り物としても差別化を図ることができるような一品になっています。また一口サイズでいただけるようなミニマンディアンというのもおすすめ。ミニサイズの板チョコレートでバラエティ豊かに包装していただけますので、ちょっとずつ違う味を楽しみつつ、そのショコラの世界観に触れられるような特別な贈り物にもおすすめな一品になっています。もちろんこちらのお店で購入していただくこともいいですし、オンラインショップもありますので、個別に贈り物をしたい方に関しましては、オンラインで注文してご自宅用に配送するのもいいかもしれません。さて、こちらはカフェスペースの様子。カフェスペースは32席ほどありまして、時間帯によっては比較的ゆったりと過ごすことができます。落ち着いた雰囲気で買い物の合間の一人利用から、ご友人とのゆっくりと甘いものを楽しみたい時まで幅広く使いやすいような空間になっています。今こちらメニュー表を映していますけれども、ベルアメールさんではアフタヌーンティーもおすすめ。2名様で利用される場合には税込みで7000円ちょっとでいただくことができます。そして特徴的なのは1名様利用もできるアフタヌーンティーである点。1名でも2名料金の半分の価格でいただくことができまして、1人でゆっくりとスイーツとドリンクの組み合わせを楽しむことができますので、そちらもおすすめになっています。さて、こちらはこの日にいただきましたフローラルカカオの単品メニュー、そしてセットのアールグレイティーです。フローラルカカオはカカオの実をかたどったショコラの中に複数の要素を重ねた華やかなデザート。ビターチョコクリーム、クランブル、バナナソース、パッションみかんソースが詰められていまして、上にはカカオの果肉でありますカカオパルプのソルベとチョコアイスが添えられています。そしてこちらセットでいただきましたアールグレイは紅茶の香りがはっきりとしていて、ミルクを加えても風味が感じられるような一杯でした。またポットで提供していただくことができますので、少しずつご自身のペースでいただきつつ、さらに容量もたっぷりなのがおすすめな点でした。さて戻りまして、こちらフローラルカカオ。まるでヘンゼルとグレーテルのお菓子の家のように形作られました芸術的なショコラは魅力的。チョコレートの甘さだけはなく、カカオ由来の酸味やほろ苦さ、果実感が順に口の中に広がっていき、食べ進めるごとに印象が変わっていきます。
全体として甘さは控えめで、チョコレートが持つ素材としての風味を意識した仕上がりになっていますので、ぜひその世界観を含めてご堪能ください。そして最後にご紹介しますのはフェリーチェ自由が丘店。隠れ家のようにビルの地下にありますフェリーチェは、昔ながらの洋食文化を大切にしながら、素材の良さと丁寧な手仕事にこだわるオムライス専門店。ランチタイムには地元の方や常連客で満席になるような人気店です。店内はご覧のように木のぬくもりがあふれる落ち着いた雰囲気。約10席ほどのこじんまりとした空間で、まるで小さな洋食屋に迷い込んだような、どっか懐かしく温かい空気が流れています。オムライスのメニューだけでもたくさんのラインナップがあるんですけども、今回は人気ナンバーワンのメニューをいただいています。フェリーチェでは卵の焼き加減、ソースの仕込み、ライスの味付けに至るまで全て手作業で丁寧に仕上げています。洋食屋さんらしい優しい接客も魅力で、お一人様でもゆったりと食事を楽しめるような居心地の良さがあります。またオムライスを注文しますとドリンクもセットでついてきます。今回はウーロン茶とビネガードリンクをいただいているんですけども、他にもアイスコーヒーやアイスダージリンがありますので、ご自身の気になるものを注文いただきたいです。さて、こちらは人気ナンバーワンのビーフシチューオムライスの様子。こんな形でナイフで切り目が入りますと、ふわっととろっとこぼれ出すような卵が出来たてで提供されます。そしてそんなオムライスにこちらビーフシチューをかけていただいて、満足感たっぷりいただくことができます。ふわとろの半熟卵に包まれたバターを香るチキンライスの上に、こちらのとろっと濃厚な自家製ビーフシチューがかかる一品。じっくり煮込まれた牛肉は驚くほど柔らかく、赤ワインとデミグラスソースの深いコクが卵のまろやかさと絶妙に重なります。フォークを入れるたびに湯気と香ばしい香りが立ち上り、口に運ぶとまさに幸せの一口と言いたくなるような味わいです。ぜひこの看板メニュー含めてご堪能ください。さて、ここからはアフタートーク。人気店の行列、どのくらいなら待てるというテーマです。今回ご紹介しましたアイムドーナツさんだったりとか、ハルツベーグルさんは行列ができるようなお店かなと思います。特にアイムドーナツさんは自由が丘の店舗でも30分以上待つことがある店舗なので、その行列に耐性がない方にとっては結構辛いかもしれません。私も人気店に訪問する際にはなるべく平日に訪問して並ばないようにしてるんですけども、それでも人気店というだけありまして30分以上並ぶこともあります。皆さんの感覚の中では人気がある店舗とはいえど、どのぐらいだったら待てるかなという感覚値を知りたいなと思っています。やはりせっかく時間を割いてきたからには並んででも訪れたいという目安があるかと思うんですけども、やっぱりこれだけ待つと別の店舗に行きたいなと思えるような時間もあるかと思います。その際にこの店舗がダメだったら別の店舗に行ってみようというヒントになるように、私の動画でもお届けしているつもりではあるんですけども、やっぱり個人差があるかと思いますので、どのくらいなら待てるかという感覚を知れるとありがたいです。ぜひコメント欄の方で教えてください。この動画が少しでもいいなと思った方は、いいねボタンのタップお願いします。また、チャンネル登録がまだの方は、チャンネル登録もしていただけるとありがたいです。また、インスタグラムの方では動画編集よりも早く情報をお届けすることに心がけていますので、最新の情報が知りたい方は、インスタグラムのフォローもよろしくお願いします。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。